はじめまして、あきらです。白血病になりました。こんにちは。白血病サバイバーのあきらです。今日は今週の初め、外来の受診がありまして、そこで血液検査の詳しい結果が出まして、それについてですねちょっとお話ししたいと思います。検査の結果がこのように、プリントアウトしていただいてですね、検査結果時系列画面ということで、各検査項目がありまして、それが時系列で、つまり今これで言いますと7月10日がどうだ、7月13日がどうだ、7月16日がどうだっていうようなことで、今回8月19日の分ですね。いろいろ項目があるんですけど、血液の病気なので、例えば入院中は月水金週3回ですね、血液検査をしてました。で腕ですよね、点滴をしていない腕側から血管に針を刺して採血をする。それがだいたい採血して取る血が、3本から多い時で8本っていうのがありましたかね。そういう感じで採血をしていって、各種その検査の場所へ回される。場合によっては病院内でなく病院の外へ外注してるんでしょうかね、そちらの方で検査していただく。だからその場合は検査結果が遅れてこちらへ知らされると。毎回その検査結果を教えていただけるわけではなかったです。入院の時はですね、時折先生がこういったそのプリントアウトした紙を持ってきてくださって、今回こういう感じでしたと。それ以外の時はですね、特別問題がなければ特に何か言われるというようなこともなく、現在外来になってからはですね、まず行って受付を済ませて必ず血液検査を受けるんです。それで1時間後ぐらいにだいたい主治医の先生と面談で診療していただくというような形になってます。その時までにおおむねその日の血液検査の結果が分かって、先ほどのこういった形でプリントアウトされて、今回こうでしたよというような説明をいただきます。特殊な項目についてはその日のうちはわからないので、次回、その項目についてお話があるような場合もあります。白血球数などはですね、もうずっと基準値の範囲内に入ってますね。もうずっとそうです。で、他の血液細胞、赤血球の数がですね、これがなかなか基準値に上がりません。まだちょっと低い。だから時折ちょっと貧血っぽくなったりすることがあるんでしょう。一度ですね、またこれそのうち詳しくお話しすると思いますけど、その日は車を降りたらいきなり立ちくらみがしましてですね、2回も倒れて、病院の事務の方とかがですねわーっと寄ってきましてですね、助けていただいたなんてこともありました。それと血小板ですね。血小板は例えば怪我をした血が出る、この血を固めて止めるっていうような役割を果たしますね。だから血小板が低いと血がいつまでも止まらない。だから結構怪我すると大変なことになったり、例えば内出血、あざなどができてですね、それがどんどん広がったりとか、そういったことがあるんですけど、これももう随分前から落ち着いてます。1回目の入院中は赤血球もその血小板も数値がなかなか低くてですね、それでもう2日おきぐらいですかね、血小板の輸血をやる、
翌日赤血球の輸血をやる、1日置いてまた血小板の輸血をやる、そしてその次の日に赤血球の輸血をやるみたいな、とにかく輸血が自分の場合かなり多かったですね。あと結構先生がですね重視されていたのが CRP、 これは血液中の炎症。やはり1回目の退院の時にですねちょっと腸の状態が悪くなりまして、すごく炎症値が上がってしまった、 CRP が上がってしまった。それもやっぱり良くないねということで、あんまりそれが上がりすぎるとちょっと再入院ということもですね考えてもらわないといけませんねというようなお話があったんですね。結果的にその CRP が高くなったので再入院したのではないのですけれども、これも先生が結構重視される数値、今も若干高いんですけどほぼ基準値ぐらいですね。で、自分のような白血病患者、白血病を患っている人にとってちょっと特別なですね気にしたくなるようなその検査項目がありまして、それが WT1。 これがん全般というふうに言ってもいいのかもしれませんけども、基準値は0から49なんですよ。でこれが高くなってきますとですね、がん白血病を再発する可能性が高まってくると。で200を超えてしまうような場合は再発する確率がですねなんか7割近くっていうようなことをインターネットで見た覚えがあります。先生から200を超えたらもう再発率が7割ですよとか、そこまで具体的に言われたわけではありません。ただまあ200以内をキープできるようにということでですね、先生の方もいろいろ考えて薬を処方してくださったりとか、自分の方もちょっとその数値がどう動くかっていうことでですね、ちょっと戦々恐々な部分もあります。見ますと時系列で4月19日が90、これはちょっと高いですね。で5月7日これが50以下陰性になりました。6月3日ですね、これも50以下で陰性だったんですけど、7月1日、2回目の入院をしている頃でしょうかね、140になっていまして、入院してまあいろいろ体が苦しいということ以外にちょっとその数値が上がってしまったので、まあ不安が募った部分もありました。そして8月5日分、これをですね今週の外来行った時にまあこうやって発表お知らせいただいたんですけど、これが78に下がってまして、まあ基準値に比べればまだちょっと高いんですけど下降傾向にあるということでですね、これは一安心ですね。前回ですねお話ししました整腸剤ですね、これを減らして全く飲まなくなって1週間、それで外来を受診、その間に特にお腹の調子が悪くなるということもなく、その旨先生にお話ししまして、で確認しまして、まあ食事制限そろそろ緩和でいいでしょうと。ただいきなりいろいろなものを食べ過ぎちゃうとちょっと良くない部分があるかもしれませんね。だから刺身関係ですね、生もの関係はちょっと食べる時に注意して、あんまり一度にどんどん食べない方がいいかもしれないと。いやーやっぱりこれでですね、まだ暑いからいろいろなものをもう生ものでも何でもですね、例えば作り置きのものだとかそういったものもこれから何でも食べられるよというふうにいきなりそういう気持ちにはなりませんね。ですが一応もう緩和されて、ある程度制限なしでということになったということでですね、ちょっと一段落ほっとした部分はありますね。結果的に命の危険だったんだなという
ことを後から知ったりとか、まあそういうことをいくつか何回かあるんですけれども、まあ半年経過して順調に回復してですね、とうとう生ものも解禁、食事も制限も取っ払って、まあ注意しながらやっていきましょうという、そこまで回復させていただいてですね、本当に皆さんにもう感謝しますね。感謝してます。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。よし、おっさん頑張れと思っていただいた方はチャンネル登録、高評価、そしてコメントなどお寄せいただけましたら今後の励みになります。どうぞよろしくお願いします。